こんにちは。明けましておめでとうございます。今日は青森のおばあちゃんの家で年末とお正月を過ごした時の様子を紹介します。今年の青森は災害級の大雪のため、雪の重さで木が倒れたり、道の除雪が追いつかなくて車の事故がたくさん発生しました。青森県は12年ぶりに豪雪対策本部を設置して対策に追われています。一面真っ白で今も吹雪いてます。今から雪かきまたします。私もおばあちゃんの家の雪かきと屋根の雪下ろしをしたんですが、12月にこんなに雪かきをしたのは初めてでした。皆さんの国では雪かきはしますか？青森や北海道など日本には雪が降る地域が結構あるので、そういう地域のホームセンターでは雪かきの道具が売っています。では青森の雪かきで定番の道具を紹介します。まずはこのプラスチック製のスコップです。これは雪をすくうだけじゃなくて屋根の雪を下ろすときに使ったりします。次はこのちょっと刃先が鋭くなっているスコップです。これはちょっと固まっている雪をすくうのに便利です。そしてこのソリに持ち手がついたみたいなものはダンプと呼ばれていて、雪を運ぶときに使います。雪かきをしても何時間かしたらまた雪が積もってゼロからのスタートになったりするので、本当に疲れました。それではここからはお正月を迎えるための準備をしていきます。まずはお正月といえばお餅を食べたり飾ったりするので、おばあちゃんの家では機械の餅つき機で作っていきます。お餅は昔は杵と臼で作っていたんですが、最近はこういう機械の餅つき機やすでに出来上がって焼くだけのお餅がスーパーなどで売っています。お餅を作るには普通のお米ではなくもち米を使います。このもち米をまず一晩水に浸しておきます。そしてこのもち米を蒸すと柔らかくなって少しもち米同士がくっつくようになります。これを機械を使って一つの塊にしていきます。杵と臼の時代はこの蒸されたもち米を臼に入れて杵で潰すように上から叩いて作っていました。ちなみに日本語のオノマトペにはもちもちという言葉があります。これは柔らかくて少し粘り気や弾力があるものに使われるんですが、これはもともとお餅の食感を表現する言葉だったそうです。出来上がったお餅から中にあんこを入れたあんこ餅、何も入れていないお餅を包丁で切り分けた切り餅、お正月にお供えする鏡餅を作りました。次に紹介するのは青森の津軽地方の郷土料理、けの汁です。おばあちゃんの家では年末にけの汁を作ってお正月の間食べます。大根、人参、わらび、ふき、油揚げ、しみ豆腐、大豆、こんにゃくが入っていて味噌で味付けをします。そしてお正月を迎えるにあたって重要なのが正月飾りとお供えです。正月飾りは何種類かあって、家の門や入り口に門松と呼ばれる松や竹で作った飾りを置きます。これは新年にその年の神様、年神様に家に来てもらうための目印として飾ります。でも青森は雪が降るからなのか、普通の家でやっているのはあんまり見たことがないです。東京の方では昔からの家はやっている気がします。次は締め飾りです。締め飾りは年神様が来るときに家を清めておくために飾るらしいです。私も初めて知りました。締め飾りはだいたい玄関に飾ってあります。そして年神様には鏡餅をお供えします。2段の丸く平たい餅を重ねて、その上にみかんを乗せます。お餅を重ねるのは福が重なるなどの意味があるらしいです。
このお餅はお正月期間が過ぎると1月11日の鏡開きと呼ばれる日にみんなで食べます。12月31日になりました。12月31日、つまりその年の最後の日は大晦日と呼ばれます。この日は五所川原市のエルムという大きなショッピングセンターに年末とお正月に食べるものを買いに行きました。たくさんの人が食材を買っていて前に進めないところもありました。これがエルムで買ったものです。エルムには鮮魚店が入っているので魚介類を中心に買ってきました。大晦日はおばあちゃんと家族と一緒に過ごしました。そして大晦日に食べるのが年越しそばです。大晦日にそばを食べるようになったのには細く長く生きられるように長寿の意味で食べるといった説や、年末は忙しいので簡単に作れるそばを作って食べたとかいろいろな説があります。私の家では昔からなぜかそばではなくて父が作ったラーメンを食べるという習慣があります。そしていよいよ年越しです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。新しい年になってから初めて神社やお寺にお参りすることを初詣と言います。今年は青森の宇東神社に行きました。宇東神社は家内安全、交通安全、商売繁盛、あとは漁業守護などのご利益が有名です。おみくじも引いてみましたが中吉でした。年を取ってから再び繁栄すると書いてあったので、長い目で見て頑張りたいと思います。皆さんは今年の目標を決めましたか？私はもっと YouTube を頑張りたいなと思います。動画を通じて日本に興味を持ってもらえるようにいい動画を作っていきたいです。では今日の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねもしてください。皆さんにとっていい一年になりますように。バイバイ。